はい、じゃあ次はですね、えーっと、いきなりたくさんやると難しいので、次はこの X 軸方向に、ある間隔でポイントをいくつか打ってみましょうか。なのでちょっと一旦ここをコメントアウトしといて、ポイントアレというふうにして、まずは第1点目ですね、ポイント0は、じゃあ PT0 の座標を000にしといて、 RS でアットポイントをして、PT0 を渡すと。そうするとさっきと同じように、原点にポイントが打たれます。で次ポイントの2個目ですね、 PT1 を入れて PT1 という変数に、300 X 軸方向に300、Y 軸方向に 0Z0 にして RS でアットポイントにして PT1 を入れてみましょう。そうすると、今ポイントが、これが0点目ですね。これが1点目。2つ打たれるのが分かります。で次は、PT2 にして、次600 X 軸が、X 座標が 600Y が0、Z が0で RS でとポイントをして、PT2 を入れると。で一旦これ消して走らせると3つ座標が打たれますよね。でこの要領でたくさんこうポイントを打っていくことはできるんですけど、これ見てみるとその同じプログラムを何回も書いて、ちょっとバカみたいですよね。でなのでこれをよく見てみるとほとんど同じなので、繰り返しの処理でできないかっていうことを考えるわけです。でこのままだと繰り返しにできないので、例えば300っていうのは、ここの間隔は300っていうのが今分かっているので、300を書き換えると 300×1 ですよね。で0も書き換えると 300×0 だし、600は、300×2 なわけですよね。そうすると0番目の座標は 300×0 で、1番目の座標が 300×1 で、2番目の座標が 300×2 なので、これ繰り返し分で書けそうだということが分かってきます。なのでこれを繰り返し分でちょっと書き換えてみましょうか。で繰り返し分はどこに出てきたかというと、このライノ Python ガイドの中のファンダメンタルズの中のルーピングに出てきてますね。でこのフォア文というのを使うとループさせることができます。なので、もう一回プログラムに戻って、for I in レンジで、例えば今、点を4つ打ちたいので4にしておきましょうか。こうするとプリントで I をすると今どうなるかというふうに見ると、
0123という文字列が今ここに出力されてきます。でこれどういうことかというと、このレンジ4っていうのが初めて出てきたので、これを少しちょっと説明すると、まずプリント分でレンジ4っていうのを出力してみましょうか。そうするとこういう鍵括弧の中に0、1、2、3っていうこういうの配列っていうんですけど、配列が出力されているのが分かると思います。つまりこのレンジっていうのは自分で0、1、2、3っていうふうに配列作ってもいいですし、レンジ4っていう関数を使って、配列を作ってもいいんですが、この A と B は同じことなんですね。同じ意味になります。つまりこのホワインレンジ4っていうのをちょっと書き換えると、ここに0、1、2、3っていう配列を入れるのと全く同じことで、この配列をいちいち自分で書くのがめんどくさいから、Python にはこのレンジ関数っていうのが用意されてて、この配列を書く代わりにレンジ4というふうな書くだけで、この配列と同じものがここに、表示されるということですね。それでじゃあちょっと分かりやすいように、0、1、2にしとくと、このフォア文の中の in の意味は、この配列の中に今0、1、2っていう風な値が3つ入ってるわけですけど、これ一個一個取り出してきて i という変数に、格納して36行目でその i を出力しているという意味なので、最初は i の中に0が代入されて36行目でプリントされます。で次に、配列の中の2番目ですね、1が i に代入されて、ここに1が出てきてます。で36行目は終わったので、次にもう一回35行目に戻って、2が i の中に代入されて36行目で、2が出力されると、そういう流れになってます。なのでこれ変数を数字だけじゃなくて、例えば A という文字列と B という文字列と C、D という文字列にすると、順番に ABCD が出力されるということになります。で、なのでもう一回戻ると、レンジ4にすると0から、3までの文字列が、一個一個 i の中に格納されて、36行目で出力されると。でこのレンジ4っていうのは、この先ほども言ったようにこの配列と同じなので、最後の配列の3という値が、終わったらこのフォア文を抜けるという風な感じになってます。なので先ほどプログラムは川の流れのようで上から下に流れるっていう風に言いましたけど、1つ目の例外はこのフォア文で、
35行目に流れるんですけど、36行目行った後37行目に行きますね。ですぐ38行目に行くんじゃなくて、このフォア文の中のこのレンジ4、つまりこの配列ですね。この配列がi の中に格納されるわけですけど、最初は0が格納されて、次に1、2、3っていうふうに順番に格納されてるんですが、この配列の値が全て格納され終わるまでは、この36行目と37行目をぐる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 繰り返されます。だから川の流れで言うと、滝壺じゃないか、渦のようなよどみみたいな流れになります。でこの配列の中が全て i の中に格納し終わった時に初めてこのフォア文を抜けて38行目に行きます。なので、スタート文が35行目で出力された後に、36、37を0から3まで4回繰り返した後、このフォア文を抜けて、で初めて38行目に至るというふうな感じになってます。ここまでいいですかね。それでここでポイントを打ちたいので、さっきポイントを 300× 数値というふうにしてましたから、ここで、ポイントイコール、300×i にしとくと、このフォア文が回るたびに最初に i に0が代入されるので 0×300 300×0 でここは0になりますね。なのでポイントの1点目は000になるわけです。で次にフォア文を抜けて2回目のフォア文に行くと、この i に1が代入されるので 300×1 で300という座標になります。で次はi に2が代入されるので 300×2 で600になると600の座標になります。というふうにポイントの値をずらしておいて rs で add ポイントとで、ここに pt を与えてあげて走らせてみると、ちゃんとこれが i イコール0の時ですね。でこれが i イコール1、これが i イコール2、これが i イコール3の時で、ちゃんとこう座標が、順番に打たれているというのが分かると思います。はい、これで今、点が4つ打たれたので、次文字列を書いてみましょうか。ちょっと一旦ここを文字列を書くときに、ここでさっき文字列を書いてみましたので、これコメントアウト、コメントインして、これコピーしてきて、ここからポイントですね。でここからテキストになります。で同じように文字列を打つところが、ここでこのポイントの点と文字を打つポイントが、同じなので、これをコピーしてきて 300×i にすると、今ここに文字列が、全部今 x0 に
順番に、x0 が4つ、この x0 がこのフォア分のレンジの数だけ、打たれてると。でさっきジャスティフィケーションを1にしちゃったので、真ん中それにしてもう一回やってみるとこうなりますね。でちょっと今点とぴったり重なってるので少し間を空けたいので、ライノセラスは緑色のこの軸が y 軸方向って言いましたけど、こっち y プラス方向なので y マイナス方向に20点よりもちょっと離してあげましょうか。なので20離してあげると、20ミリ離してあげると少し点から離れて読みやすくなってきます。で今度文字列が今 x 全部0になっているので、この文字列をi の値を使って書き換えてあげたいと思います。でこの0のところを i の値にしたいので、その時にはこういう鍵括弧を入れて、この文字列の後ろにフォーマットというふうに入れて、このフォーマットの中に i を入れておくと、この i の値がこの鍵括弧の中に入れられて文字列が変換されます。ちょっとやってみましょうか。今0、1、2、3になりましたよね。なので i が最初は、イコール0なので、その0がこの鍵括弧と置換されて、x0 になってここに表示されます。で次が、鍵括弧の中がこの i イコール1に変換されるので、x1 になるっていうふうにこう続けていくと。でこのフォーマットの書き方はいくつかあって、例えば、テキストイコール、x プラス i ってやるといけそうに思うんですけど、つまり i の値と x という文字列をくっつけてテキストっていう変数の中に代入すると。これやってみると分かるんですけど、エラーが出ます。で、エラーを見てみると33行目にエラーが出てて、これはここですね。ここでエラーが出てるというふうなのが、見て取れます。でメッセージを見てみると、タイプが違いますよっていうふうに言われるんですけど、X はダブルクォーテーションでかかってるので文字列です。でこの i の中に格納されているのは、整数値なので、この文字列と整数値っていうのをくっつけることってそのままじゃできないんですね。なのでこの整数値を一旦文字列に変換してあげなきゃいけなくて、その変換するコマンドが、str というコマンドがあります。でこれはストリングの略なんですけど、i の中に格納されている数値を文字列に変換してあげるコマンドです。関数です。でこれで走らせてみるとちゃんとエラーが出ないでいきます。つまりこの32行目と33行目同じことをやってます。でこれだけじゃなくて他にもやり方があって、テキストイコールx %s というのをやってパーセント入れて、その後ろに i を入れます。これでも同じことになってて、このパーセントの後ろに書かれているこの i
これが変数で、この i の中に格納されている値がこの %s に置換されて、入力されます。なのでフォーマットとすごく近いんですけど、これでも同じ結果が得られます。はい、同じですね。こういうふうにプログラミングは Python に限らず同じ結果になるんだけど違うやり方っていうのはたくさんあるので、自分のやりやすいやり方で、やってください。なので、ここではどうしようかね。フォーマットを使っておきましょうか。スターが一番わかりやすいかな。じゃあスターで str でストリングでやっておきましょうか。これでもう一回やりますね。できましたね。で今度例えばレンジを10にして、300じゃなくて、100ピッチで、点を打ってきますと、間違えた。ここも100にしなきゃいけない。やってきますと、こういうふうに、10個の点が打たれて、文字列も0から9まで10個打たれます。で間隔も今ここが、ディスタンスで測ってみると分かるんですけど、これで100ミリになってますよね。なので間隔もこれ今100ミリになってます。なので一旦こういうプログラムを作ってしまえば、この10個入れますよとか、間隔を100にしますよっていうのを後でいくらでも変えられます。今数字を直接いじっちゃいましたけど、これ数字いじるとさっきも僕ここ300のままにしちゃいましたけど、こういうふうに直し忘れっていうのが必ず発生、するので、この10という値もこのピッチも変数に変換しておきましょう。例えば、今 x 軸方向のドットの数を xnum という変数に仮にしたときに、これを10にします。で x ピッチを100ミリにしとくと、ここを xnum に変換して、ここか、ここを x ピッチに変換しておくと、例えばこれを2、これを150、3くらいにしとこうか。すると、点の数が3つで間隔が150というふうに、ここの変数の値さえ直せば、このちょっと複雑なこの中身を直さなくてもいいので、変数っていうのはこういうふうに、ややこしいところの数を直接直すんじゃなくて、変数として外に出しといて、変数の値を直せばあと全部変わるっていうような時に変数使うととても便利です。あと、先ほどちょっと言い忘れましたけど、Python においてこのインデントっていうのがとっても重要な意味を持っていて、このエディターで言うとスペース4つ分ですね。ここにちょん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 って4つスペースがあると思うんですけど、これ1インデントスペース4つ分です。でこのインデントがかかってる部分まで、つまり29行目から40行目まではこのフォア文の中に入っているという意味ですね。これインデントがもしなかった場合は、こういうふうにインデントがなかった場合は、
この範囲だけしかフォア文の中に入ってないというふうにプログラムで見なされるので、仮にこれを走らせてみるとエラーが出ます。エラー出なかった。これ I これややこしいんですけど、ここはフォア文を抜けるまではこのポイントが、3つ打たれてますね。3つ打たれてて、でこのフォア文を抜けた時に I の中に最後に、2が代入されているので、ここ34行目から先は I の中に、2が入ったままなので x2 になって、でx ピッチが150なので、i が2だから、300の1に x2 という文字列が打たれると。なので x2 しかここに表示されてないわけですね。でこういうふうに、インデントを外すと自分が思った挙動と違う挙動になるので、インデントをしっかりと意識するようにしてください。でインデントを複数行でまとめてやりたいときはこういうふうに複数行を選択してタブキーを押すと一気にインデントできます。で逆にインデント外したいときはシフトをしながらタブを押すとインデントを外すことができます。なのでこういうふうにずっとインデントを送っていくことができるんですけど、これインデントの数も今2つここにインデント入れちゃいましたけど、これでやると多分エラーが出ますね。ここに変なインデントが出てますよっていうふうに34行目でエラー出てるので、ここがインデント2つあるから今エラーが出てます。でこれを戻してあげるとはい、ちゃんとできましたね。